I taught you. こんにちは、たつまるです。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回の動画は皆さん大好きおすすめ熊狩り編成を紹介していきます。対象世代は7世代から14世代が対象です。そして最強編成、大体編成、無課金者向け編成をそれぞれ紹介していきます。また今回の動画での注意点は、ダメージ更新がされない世代はスキップし、次の世代の紹介をしていきます。また詳しい比率紹介は別の機会に紹介するため、今回は参考値だけ紹介します。またメンバーシップでは個別の育成相談、プレゼント企画を実施します。ぜひご参加ください。攻略動画も見逃さないためにチャンネル登録よろしくね。それでは7世代最強編成からです。盾は VIP 英雄のジェロニモ、槍は3世代ミア、弓に7世代ブラッドリーを使用してください。参考比率は盾 5%、槍 5%、弓 90% 推奨です。ここから各自微調整してみてください。火力も7世代以前とでは圧倒的に上昇しますね。ニモがいるため編成難易度は高いです。次は大体編成です。盾英雄をナタリアに変更することで育成コストをジェロニモより抑えることができますね。また遠征戦闘、探検闘技場を度外視し熊ダメだけであればジェロニモと遜色ないのは有名ですね。最後は無課金者向け編成です。 VIP 英雄の育成が厳しい場合は盾英雄をペクトーと交換して編成してください。それでは9世代最強編成から紹介していきます。盾にジェロニモ、槍にミアの鉄板構成をしてください。弓英雄に9世代の修羅を使用して完成です。一応ブラッドリー使用時より火力は上がるのですが大幅な更新はなく、熊ダメ至上主義以外の方にはおすすめできません。こちらに関しては大体編成でも同様の評価ですね。というのも10世代ですぐに交代となってしまうからです。活躍期間がネックになるわけですね。また9世代では5世代盾英雄ヘクトーを育成できなかった方向けの代替案があります。全部隊の攻撃力上昇、弓兵のよだめ上昇、スキル持ちのマグヌスはヘクトーほどではないですが大差ないダメージに期待できます。もしヘクトー未取得で9世代で盾英雄を入れ替え予定であれば検討してみてください。最後は無課金者向け編成です。こちらに関しては7世代から9世代までは同様の編成となっていますね。それでは10世代最強編成を紹介します。9世代の修羅が万人におすすめできなかったのは10世代のルーレットキャラにブランシュが登場するからです。9世代の修羅と比べても数段ダメージアップします。ジェロニモ、ミアの鉄板編成とで完成です。大体編成のナタリアでも同等のダメージに期待できますね。最後に無課金者向け編成を紹介します。無課金者向けで言えば7世代ぶりの更新となります。ブラッドリーよりも大幅にダメージ更新できるので無課金者はぜひとも獲得したい英雄ですね。次は11世代最強編成を紹介します。
まさかの10世代ブランシュが1世代で最強弓英雄が交代となってしまいました。ブランシュからルーファスの変更で期待できるダメージは7世代ブラッドリーから10世代ブランシュよりもはるかに大きく圧倒的です。電動英雄で育成難易度は高いですが、熊狩りだけでなく探検遠征ともに強力なので万人におすすめできる英雄です。大体編成のナタリアにも同等のダメージに期待できますね。次は理科金から中華金におすすめしたい大体編成その2を紹介します。こちらは辰丸も使っていた編成となります。今からジェロニモナタリアはちょっとでも熊ダメ伸ばしたい方向けとなりますね。こちらでもブランシュ使用時より 1.5 倍以上の熊ダメ上昇には期待できます。最後は無課金者向け編成です。こちらに関しては10世代から変更はありません。完全無課金や同盟メンバーに多くの強力な集結主がいる場合におすすめとなっています。12世代ではおすすめ代替編成を紹介していきます。長い間最強槍英雄であったミアでしたが、ここに来て全く遜色ないカロールが登場します。専用装備にかなり依存しますが、ミアと同等以上に育成できる場合は最強編成となり得ます。また3世代ミアを育成できなかった方にもおすすめの代替案となりますね。次は辰丸も使用していた代替編成を紹介します。盾をヘクトーにしてもかなりの火力が出ます。ナタリア・ジェロにも育成できていない中華金から美課金クラスにおすすめの編成となりますね。それでは13世代最強編成を紹介します。13世代弓英雄を使用してください。盾にジェロにも槍英雄にミアを入れて完成です。ただ11世代ルーファスと13世代ウルカヌスを比較した時に期待以上のダメージ更新はありませんでした。ウルカヌスの専用装備レベルが低い場合はダメージ更新ができないので注意が必要です。また盾をナタリアに変更した場合も同等のダメージに期待できますね。もちろんカロールが使えなくなったわけではありません。ミア以上に育成できていればカロールが使えます。盾のジェロにもナタリアのように弓英雄との専用装備を見て相性を決めるのもいいですが、より育成できた方を使うとだけ覚えていれば十分です。最後は無課金者向け編成です。無課金者からすると3世代ぶりの更新となりますね。13世代ウルカヌスもルーレットキャラなので無課金プレイヤーはぜひとも獲得し長期運用を検討してみてください。最後は14世代を紹介します。14世代では最高ダメの更新はありませんでしたが、14世代槍ドミニクを使用した強力な編成はあります。もし3世代目や11世代カロールの育成が不十分でドミニクをカンスト予定であればおすすめの代替編成となりますね。遠征戦闘でも非常に強力なので最近英雄育成に力を入れている方はぜひ検討してみてください。最後に2025年11月時点での熊狩り環境を評価していきます。
熊狩りの目的は精錬石を無料で獲得するためのイベントです。現環境の10世代以降では報酬が頭打ちになることも少なくありません。また新規サーバーでも専門家シリルが導入されたことにより、さらなる熊ダメアップに加え精錬石も増加しています。結果、精錬石不足よりもレジェンド装備不足気味になりやすい環境だといえ、力を入れるべきイベントとは言いづらい状況ですね。そのあたりも考慮して育成しましょう。今回の動画は以上になります。自分に適した英雄を選択しライバルに差をつけよう。この動画では7世代以降の最強熊狩り英雄の世代交代に注視し紹介しました。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。